ご視聴ありがとうございます。解説担当のずんだもんなのだ。四国メタンよ。緊急特別企画、モッドローダーと軽量化モッドの組み合わせでどれが一番軽量なのかを大検証。とてもニッチなネタね。ファブリックが軽い、そんな気がする。そういったコメントがポツポツあって、それが実際本当なのかを検証してみたくなったのだ。ああ、そういえばそんなコメント見かけたわね。逆に工事が重いというのもあったのだ。角ローダーの仕様なのか大規模モッドの高で重いのか軽いのか、そのあたり僕にはよくわからないのだ。だから実際に計測してみてどうなのかを検証してみるのだ。それでどういった感じに計測していくのかしら。まず計測に使用するモッドローダーはファブリック、フォージ、ネオフォージの3つ。キルトはないのね。アンケート結果とかモッド数見るとね、需要がなければ動画は作られない。世知辛いわ。そんでもって今回はマイクラバージョンの違いでも変化があるかも検証してみるのだ。ちなみに私たちはマイクラバージョン更新時の情報はほとんど仕入れていないから、実際そういったパフォーマンス改善の更新がされているのかもしれないわ。まあ変わらなかったら変わらなかったで、そういう結果が分かったということが収穫の一つなのだ。で、使用するバージョンは 1.20.1 と 1.21.1 の2つに絞ったのだ。これ以外をメインにしている人には申し訳ないけど、これ以上バージョン違い増やしたら収集がつかないの。そして使用する軽量化モッドはエンベリウムとソディウム。これ以外の最適化、軽量化については過去に動画にしてあるから、そっちを見てくれると嬉しいわ。ちなみに今バックで流しているのは 1.20.1 のファブリックで普段僕が入れている軽量化モッド群とエンビディウムを入れた状態のものなのだ。適当に軽量化モッド入れてもここまで上がるということね。さて、検証を始める前に一つ注意事項があるのだ。毎回言っているわね。今回のフレームレート検証の結果はあくまで参考値であって、各自の PC でその結果が出るかどうかはわからないのだ。各自の PC 性能やモッド環境によってここまで上がらなかったり、これ以上向上したりもするから、あくまで参考程度に見ると良いのだ。そして私たちはそれほど軽量化を追求しているわけでもないエンジョイ勢だから、いやこの構成はおかしいとか突っ込まれてもごめんなさいしか言えないわ。生温かい目で見守ってほしいのだ。それでは早速始めるのだ。結果だけ知りたい人は適宜飛ばすといいのだ。検証動画ってそうなりがちよね。さて、フレームレートの状況解説に移る前に、画面左の情報エリアについて解説しておくのだ。画面右上から 1.20.1 のファブリックとエヌビディウム含むその他普段から使用している様々な軽量化モッドを導入したもの、 1.20.1 のフォージとエンベリウム、 1.20.1 のファブリックとソディウム、 1.21.1 のファブリックとソディウム、 1.21.1 のネオフォージとソディウム、 1.21.1 のネオフォージとエンベリウム。こんな構成で計測したのだ。そして検証に使用するビデオ設定は描画距離と演算距離を32チャンク設定。垂直同期オフの最大フレームレートを無制限にして、それ以外はデフォルト設定なのだ。そして今回のコースは余計なモッドを入れなくていいように手動で前進するだけのコースね。だから振り返った際のレンダリング負荷とかは計算されていないわ。エンティティやパーティクルは村人と煙、あとは水中に泡と魚を配置したのだ。ちょっと少ない気もするけど、バニラのフレームレートが10台になってるからよしとしたのだ。そして計測表示は全て同時に表示してお届けするわ。同じ風景を何回も流しても面白くないから、結果がすぐわかるようにしたのだ。さて、計測の方は進んでいるけどどうなのかしら。ファブリックの平均フレームレート値がなかなか良くて、続いてネオフォージとエンベリウムの組み合わせが良さそうなのだ。村人付近を通り過ぎるあたりでエンベリウムの FPS 値が上がったわね。水中に入るとさらに顕著になったのだ。フォージとネオフォージの上昇具合がすごいわね。これエンベリウムだけ上昇してるんだったら分かりやすいんだけど、ネオフォージとソディウムの組み合わせも結構上昇しているのだ。録画データ間違えたかと思って再度計測してみたけど、組み合わせに間違いはなかったわ。まあ僕たちは技術的なことは分からないから、これ以上考察はできないのだ。だからみんながこの結果から考察やら、実はこういった理由で改善されるとか知っていれば教えてほしいわ。いろいろなことが絡み合って改善したり低下したりするから、なかなか難しいのだ。そうね、私たちはこういった結果が出たわってことを発表するくらいしかできないわね。
って計測結果はこんな感じになったけど、どう感じたかしら。平均フレームレート値で見ればネオフォージとエンベリウムの組み合わせが良さそうとも言えるのだ。逆にそれ以外は大差なさそうね。まあぶっちゃけこの状態だと実際のモッドプレイ環境じゃないから何とも言えないのだ。そうね、もっと様々なモッドを導入した状態じゃないとよくわからないわね。次回があればそういった検証もやってみたいのだ。まあ結局のところ遊びたいモッドに合わせてモッドローダーは選べばいいだけなので、こんな計測結果を参考にしてモッドローダーを選ぶことはないのだ。身も蓋もないわね。さて今回はこの辺りで終わりにするのだ。それでは良きモッドライフを。